最果ての巨獣。絶望の世界。この世界には草も花も一本の木も存在しない。世界を満たす毒はあまりにも強く、植物も生物もその中では黒く朽ち果ててしまう。人間が生き延びる方法はただ一つ、毒斬りが届かない高さの超巨大生物巨獣の背中にコロニーを作って寄生し、しがみついて生きることだけだった。少年アレンには秘密があった。小さい頃、どこからか飛んできた不思議な色をした羽を持つ鳥が植物の種を落としていったのだ。どこかに人が住める本物の大地があるはずだ。アレンは小さな種を宝物のように抱え、胸の奥に強い希望を持ち続けていた。数百年を生きる巨獣は年を取るごとにその巨大な体が少しずつ縮んでいってしまう。だから人類は今より少しでも大きな巨獣を見つけたらすぐにコロニーごと引っ越しを繰り返さなければならなかった。巨獣との絆。アレンは誰もが恐れて近づかない場所にいた。それはコロニーの最先端、巨獣の長く突き出た頭のてっぺんだ。下を見れば不気味に渦巻く紫色の毒の海だが、ここに座って見上げる空だけはどこまでも澄んでいた。アレンが口角を優しく叩くと、巨獣は重い地鳴りのような音を響かせて答える。あの鳥が飛んできた場所へいつか一緒に行けるかな。巨獣は大きな目を穏やかに細め、温かい息を吹きかけた。しかし別れの時は突然やってくる。大嵐が襲ったのは新たに発見した巨獣への引っ越しの最中だった。吹き荒れる猛毒の風、視界はゼロになり大地が鳴動する。先導役のアレンはなんとか新しい巨獣への移動に成功した。だが激しい風にあおられ、家族を乗せたゴンドラのワイヤーがちぎれてしまった。暗黒の霧の向こうへと引き離されていく家族の姿。アレンはロープ1本だけで猛毒の嵐の中へと飛び降りた。嵐がふっと切れたその瞬間、アレンの目の前にあの大きな優しい目があった。激しく揺れるロープにすがりつきながらアレンは叫んだ。僕の家族を頼む。生きて絶対にまた会おう。巨獣の瞳がアレンの姿を確かに捉えた。巨獣は低く力強く一度だけ鳴くと、家族をその背にしっかりと乗せたまま嵐の闇の奥深くへと舵を切り消えていった。最果ての行進。あれから数十年、アレンたちのコロニーは限界を迎えていた。巨獣の高度が下がり、風の強い日は紫の霧が這い上がってきた。新たな巨獣はもうずっと見つかっていない。人々は覚悟を決め始めていた。そしてついにその時が訪れた。巨獣が重い地鳴りのような音を立ててその場に崩れ落ちたのだ。誰よりも強く希望の大地を信じ続けてきたアレンだったが、地面に突っ伏したままついに深く絶望し、静かに涙を流した。巨獣の墓場。やがて激しかった毒の霧が嘘のように止み、周囲がゆっくりと晴れていった。アレンたちが恐る恐る顔を上げると、そこには信じられない光景が広がっていた。そこは暖かな太陽の光がさんさんと降り注ぐ広大な大地だった。驚くアレンたちの前にたくさんの人々が駆け寄ってくる。その中に何十年もの間片時も忘れることのなかった顔を見つけた。年を重ねたあの嵐ではぐれたアレンの家族だった。アレンは走り出し、家族を強く抱きしめた。涙が枯れるほどに抱き合い、ようやく落ち着きを取り戻したアレンはふと不思議そうに辺りを見回した。なぜここには毒がない？みんなどうやってここにたどり着いたんだ？アレンの問いに家族はただ静かに微笑み、大地をぐるりと囲む巨大な岩山を指さした。あの子たちがここまで運んでくれたのよ。アレンは家族の指す先を見上げた。じっと目を凝らしたその瞬間、アレンは息を飲んだ。石の山だと思っていたその連なる山脈の輪郭は、かつて世界を歩いていたさまざまな巨獣たちの形をしていた。
そこは歴代の巨獣たちがたどり着く彼らの墓場だったのだ。巨獣たちの巨大な体そのものが山脈となり、この聖域を作り出していた。そして山脈の一角、ぴったりと寄り添うように並ぶ見覚えのある形の2つの山がそこにあった。アレンたちの乗ってきた巨獣、そしてあの日家族を託したあの懐かしい相棒の姿だった。希望の大地。夕暮れ時、アレンは家族と共に並び立つ2頭の巨獣の岩肌へと歩み寄った。アレンはポケットから小さな頃からずっと肌身離さず持っていたあの植物の種を取り出した。何十年もの間、アレンを支えた希望。アレンは岩肌のわずかな隙間にその種をそっと押し込み、静かに両手を当てた。約束を守ってくれてありがとう。その瞬間、乾いた岩肌にかすかな亀裂が走り、そこから一本の新芽が顔を出した。見上げれば夕暮れの空をあの日と同じ模様の羽を持った鳥の群れが自由にのびのびと舞い飛んでいる。